スウイルスは一度感染してしまうとずっと体の神経に潜んでいます。この飲み薬はウイルスがしている時に効果が出るので、早めに飲み薬を飲むようにしましょう。皆さんこんにちは。皮膚科医の玉木ゆきです。今日お話しする内容は単純ヘルペスの再発を防ぐ飲み薬について。口唇ヘルペスとはなぜ再発するのか、気をつけること、治療方法について皆さんにお話をさせていただきます。最後までご覧いただきますと、口唇ヘルペスについて詳しくなれると思います。このチャンネルはニキビあと様々な皮膚トラブルでお悩みな患者さんに正しい知識を世の中に広げるため、現役皮膚科医の玉木ゆきがお送りします。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。まず、口唇ヘルペスってどんな病気なんでしょうか？唇の近くになんかチクチクピリピリするなって思っていると、少し痛みを伴う水ぶくれが出てきます。疲れた時、風邪をひいた時に出てくるんですけれども、数年に1回しか出ないっていう方もいらっしゃれば、1年に何度も出て困るという方もいらっしゃいます。口唇ヘルペスは単純ヘルペスウイルスというウイルスに感染して起こる病気です。症状が出ている時に水ぶくれや唾液などに触れてしまうと感染を起こします。水ぶくれの中にはたくさんのウイルスが潜んでいますので、ウイルスが付着したコップやタオルは他の人と一緒に使わないようにしてください。あと、症状が出ていなくても唾液の中にウイルスが出ていることがあるので、キスをするとうつる可能性がありますので、パートナーや赤ちゃんへのキスはしないようにご注意ください。なんで再発するんでしょうか？単純ヘルペスウイルスは一度感染してしまうとずっと体の神経に潜んでいます。健康な時は自分の免疫によって症状は出ませんが、風邪をひいたり疲れたりストレスとか日光に激しく当たる外傷などの刺激によって免疫が低下するとウイルスが再び活動を始めて神経を通って皮膚に降りてくるので症状が出ます。気をつけていただきたいこととしては、疲れている時は強い紫外線に当たると症状が出やすいので、屋外でのレジャーは避けるとか、かさぶたになっても取らないようにして、タオル、コップは共有しないこと、人に移さないように水ぶくれを触ってしまったら手をしっかり洗いましょう。特に赤ちゃんがウイルスに感染すると重い症状を起こすことがあるので、症状があるところは赤ちゃんに接触しないように、お母さん、お父さん、育児中の方は十分に気をつけてください。どんな治療をするのかというと、ウイルスの増殖を抑える飲み薬を飲みます。この飲み薬はウイルスが増殖している時に効果が出るので、症状が出たらできるだけ早めに内服する必要があります。唇やその周りがピリピリチクチクするような違和感が出てきたら早めに飲み薬を飲むようにしましょう。通常の処方は患者さんが症状が出てから受診をされて薬を処方します。でも再発する頻度が高いと症状が出ていてもすぐに病院に行けなくて薬がなくて困るっていう時がありますよね。そのような時は再発に備えるという治療があります。あらかじめお薬を処方してもらい、ピリピリチクチクとした違和感が出たら追放ができる前、つまり症状を感じて6時間以内に患者さんの判断でお薬を飲むんです。これを PIT、ペーシェントイニシエティドセラピーと言います。なので、よく再発する方は症状が出始めてから6時間以内に飲むためにお薬を常に持っておいてください。このやり方の薬は2種類あって、アメナリーフとファムビルがあります。まず、アメナリーフについてです。アメナリーフは年間の再発する回数に制限はありません。再発したと思ったら6時間以内にアメナリーフを6粒食後に1回飲みます。もし食前か食間といって食後2時間ぐらい経ってしまった場合は軽食を食べてから30分以内に内服してください。アメナリーフは6錠で健康保険の3割負担の場合はだいたい2400円ぐらいとなります。ここで
一つ注意点があります。アメナリーフはグレープフルーツと一緒に飲むとお薬の血中濃度が上がってしまいますので、内服の前後はグレープフルーツジュースを飲まないようにしてください。再発する頻度が年に3回以上ある方はハムビルでも処方可能です。ハムビルは症状が出始めてから6時間以内に4錠内服して、その12時間後にさらに4錠飲む方法なのです。なので合計8粒処方されます。わかりやすく言うと、アメナリーフは1回飲むだけでいいですし、再発回数の縛りがないので楽かなっていった印象ですが、3割負担の健康保険でアメナリーフは約2400円なのに対してハムビルは約800円とお安くなります。かかりつけの皮膚科でどちらのお薬をご希望かは伝えていただければ処方可能です。綺麗な肌を目指して皮膚科医が肌トラブルのお悩みを解決します。ということで今日は口唇ヘルペス、なぜ再発するのか、気をつけること、治療方法について皆さんにお話をさせていただきました。気になる方はお近くの皮膚科を受診なさってみてくださいね。今回の動画が少しでも役に立ったなという方は高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。このチャンネルには皮膚をきれいにする動画やためになる動画がたくさんありますので、ぜひご覧になってくださいね。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは綺麗な肌を目指す方へ皮膚科医が肌のトラブルのお悩みを解決しています。コメントや高評価ボタンを押していただけると今後の動画更新の励みになるのでとても嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。